はい、皆さん、こんにちは。車の大地店、カカがはい、皆さん、こんにちは。車の大地店、カカがシルピーです。今回はこちら、ソフト99の超デカマックスハイパーロングクロスというものを使ってみようかなと思います。知ってますか？結構ね、話題になってたんですよ。幕開けっていうクラウドファンディングで20万円ぐらいが達成金額で400人以上支援していて達成率が 1000%、 だから200万円ぐらいの支援を受けている商品と。で、こちら幕開けの方は終了して通販の方で販売しております。Amazon で金額が4400円。何が話題になっていたのかっていうところなんですが、名前の通りですね。超デカマックスハイパーロング。このクロス、なんと4メーターあります。最近大判のね、大きいクロス80、60とか、そんな感じの規格だったりするんですが、4メーターです。4メーターってどうなの？結構ね、ギャグ的な感じで作ったと思うんですが、400人以上支援しているので、僕も気になって購入してみました。タオル、大きい方がね、結構使いやすいんですよ。特に大判タオルっていうのは、絞ることができないので、大きめのタオルで1回で終わらせたい。もしくは2枚用意して2枚で終わらせたい。絞れないっていうのがね、あるので、大きい方がより吸水量っていうのが多いので、大きい方が使いやすいなとは僕は思っているんですが、4メーターってね、どんなもんなんじゃいっていうところですね。車のドアストライカーに引っ掛けて一人で使ったりすることができるみたいです。今回はね、とりあえずこれをね、どんな感じなのか使ってみようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきましたと。まずはどんなもんなのか開けてみます。厚みとかね、ちょっと気になりますよね。あ、これがドアストライカーに引っ掛けるやつ。紐ですね。ただの紐。でかっ。なんか端の方はカットされてますね。このドアストライカーの取り付けのこの紐がついている方、片側は紐がつくようにこう一回折られています。けど反対側はしっかり端をねカットされてますね。これ全体的にカットされてます。よくあるマイクロファイバークロスの縁なしみたいな感じになってます。厚みがねちょっと物足りないかなと思う。ちょっと薄め。ちなみにこれが G4 のシルクドライヤー。これ縁あるんですが、縁がねちょっと分厚いからあれなんですが、こういう感じですね。結構薄い。これが G4 のマイクロファイバークロスと比べても、同じぐらいか若干薄いかぐらい。ちょっと頼りないなっていう感じはしますね。一回拭いてみましょう。ちょっと吸水力的なところを見たいので、ボンネット軽く濡らします。もちろん洗車後なんですが、撥水しております。まずは G4 のシルクドライヤーから乗っけます。で、こう軽く引いてくる。これだけ。拭き筋も残っていないと。これがよく使う大判タオルですね。相変わらずすごいです。そしたら続いてソフト99の超デカマックスハイパーロングクロス。うわ、でかい。でかすぎ。ちょっと単純にね、生地のね、吸水性を見たいので、ポンと。意外に吸うかも。吸うね。全く吸わないのかなと思ったけど、結構吸うわ。けど薄いから吸える量っていうのはやっぱちょっと少ないのかな。けど全然いけますね。かなり吸います。そしたら本来の使い方でいきますか。そしたらドアを開けますと。ドアストライカーがこの金具です。ここに紐を引っ掛けます。で、ドアがこう挟まるところにこの青いクロスの部分を持ってきます。ドアを閉めると、こういう感じですね。はい、今こういう状況になってます。で、屋根を拭くときはこれを反対側に持ってく。ドンと。そうすると反対側に来ているので、これで屋根をまず拭いていく。なんかくるくるになっちゃうね。もうしょうがないか。これをちょっと使いやすい長さにしてこう拭いていく。ギリギリ足んない。一番遠い右角がちょっと足んないですね。はいはい。この長さがどれぐらい
残ってんのかちょっと分かりづらいので、慣れるまでは使いづらいぞ。リアガラス、こう長さがね安定しないね。固定されてるから意外にね自由に動けない。やっぱタオルは厚い方がいいかな。これ気になるな。このリアをこうやってる時にこの引っ掛けてる側のこれが怖い。だけど結構拭けてるな、こっち側。これのおかげでこの引っ掛けてる側を拭く時はどうすればいいの。うまくこの長さを調節しながらやんないと下にタオルがついちゃうので、この辺はちょっと気をつけながら。奥側今やったのでこう右側かなり濡れてますけど、左側はまだ濡れてないので拭くことができますけど、この長いのをうまく操作するのが難しいですね。この下側やる時もつかないようにちょっと注意しながら、こういう感じかな。あとは前だけちゃんと拭けてるは拭けてますね。釣りしてる時にいろいろ糸が絡まってあーってなる同じような感じがありますね。こういう感じで合ってんのかな。確かに届きますよ。結構な範囲、ほぼ 99% 範囲的には届きますが、難しいわ。操作が難しい。やっぱりこの端の方を持ってある程度余らせて拭いてった方が拭きやすいんですけど、そうするとこの右の方ですね、端の方ばっか水が溜まってくので、こういう感じ。今かなり水が溜まってますけど、薄い分絞りやすいですね。けどやっぱ絞ったところで伸びちゃう。一回ね濡れると拭き上げ性能はあまり良くねえでごわす。これでだいたい1周拭けたかな。使いづれえな。いろいろ使ってみたんですが、今この助手席側のドアストライカー1列目のところにくっつけてます。でここからまあこうビヨーンとこう伸ばしていったりするんですが、一番近いところはこの根元のタオルで拭くのがまあ理想的ですけど、やっぱ操作性が悪い根元でやろうとするとこの移動がまた難しいんですよね。根元すぎるともうこの範囲しか拭けない。こうちょっと引っ張っちゃったりして操作性悪いなとか思いながら、結局使いやすいのはこの先端部分、たくさん持って先端部分を使いながらちょっとずつこう伸ばしていくっていう使い方が僕的には使いやすいんですが、そうするとこの先端ばっかり濡れちゃって、あんま意味ないびっちょびちょのタオルになっちゃってるんですよね。このタオルの生地はいいんですよ。最初に見た時もうなんかよくおまけついてるチャッチータオルかなと思ったんですが、思ったより薄し、あと薄いので絞りやすいから4メーターにしなくてもねいいんじゃないのかなって僕は思うんですよ。制限があると使いづらいよね。やっぱ根元使いたいんだけど、こういう自由に動かせないんですよ。ここを固定しちゃうと。もうちょい奥やりたいってなるとちょっとずつこう伸ばしながらやるしかないけど、この根元を本当に有効活用しないと先端だけびちょびちょになっちゃうので、なんかちょっと使いづらいなといった感じですね。あとこんだけ長いからね干すのも大変だし、すごい地面につきやすい。ちょっと油断した時にポッてついちゃう。これがね嫌だな。なんか惜しいね。発想は面白いんだけど。そうよく使ってる大判クロスでやっていきます。行儀悪いように見えるかもしれないんですが、僕屋根はもうこの投げる方式でずっとやってます。これでもね十分拭けるんですよ。で側面とかは半分に折ってこの肩幅ぐらいにしてこういう感じですよね。どちらかというと左手はあんま動かさないで右手でこう拭いていくようなイメージ。すごいザザッとやっちゃってますけど、左手は固定で右手で押さえながら、これでもう1枚拭けてます。ボンネットは逆に折りたたまずにお端に乗っけてこうゆっくり引いていくような感じですね。でフロントガラスは高さがあるのでこう投げちゃうことは結構あります。これもうほんと粗拭きですね。細かいところは後でやるって感じですね。こういった細かいところ、下側は側面と同じですね。半分に折って右手をこう動かす。基本的にはもう僕は右利きなので右手を動かす。こんな感じですね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、ソフト99の超デカマックスハイパーロングクロスというクラウドファンディングを行っていた長さ4メーター、幅50センチの超デカクロスを使ってみました。
。使ってみた感想なんですが、生地はね、思っていたより良かったです。全然吸わないのかなって思ってたんですが、思っていたより吸いました。けどまあちょっと薄いなっていうね。この薄さがなんかちょっとね、気圧が入っちゃって嫌だなっていう感じするんですよね。けどまあ折って使ったりすると、またね、操作性がいろいろね、悪いなっていう感じもあったりして、全体的には微妙かなといった感じです。このまあ薄いので、通常だとね、薄すぎるとかなりヒラヒラして使いにくいんですよ。けどこのドアストライカーに留めて使うっていう分にはヒラヒラなんないからいいのかなと思ったんですが、けどまああまりにも長すぎると。やっぱこの先端部分だけびちゃびちゃになって、こう根元の方はね、なかなかうまく使い切れなかった。使い慣れてないっていうのもあるんだろうけど、なんか微妙だなといった感じですね。で、僕ね、大判クロスっていうのはいろんなメーカーさんの結構持ってるんですよ。とりあえず服ってなった時に、どれにしようかなと気に入ってるやつもちろん使うんですが、それがなかったらまあ他のやつっていう感じの選択肢になっていくんですよね。大判クロスっていうこのジャンルの中では正直ね、あんま差がないっていうか、もうほんと好みの差ぐらい、こっちの方が使いやすいかなーなんて使うぐらいなんですが、このね、超デカマックスハイパーロングクロスはその中に入ってこないかな。もうこの動画でお役ごめんといった感じかな。ほんとね、4メーターってね、大きすぎるんですよ。これ畳もうと思った時に半分にしてもまだ2メーターあるんですよね。何人かで使うっていうこと、まあそもそもないしね。一人じゃね、本当に使いづらい。面白いなとは思ったんだけど、実用性があるかっつったらないかなといった感じです。僕がね、まあ気づいてない部分とかもいろいろあるのかもしれません。実際に使っててこういうところにはいいですよみたいなのがあれば、ぜひ教えてもらいたいなといった感じです。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。